ご視聴どうもありがとうございます。市川の便利屋です。本日は両国にある企業様からツタの除去のお仕事をいただいております。今現場の確認をしているわけですけども、電柱の周りにこのツタが伸びきっていると、そんな状況ですね。そしてお隣のビルまで達しているので、それを取ってほしいということですね。ちなみに今回持ってきている道具がこの高枝切りばさみとノコギリと鎌、そして剪定ばさみで熊で手袋ですね。これらを使ってこのツタを除去していくということですね。こちらが隣のビル側ですね。かなり元気よく茂っておりますね。で、このツタの下にはですね、植木鉢がたくさん置いてあるんですね。で、いつの間にかこの覆いかぶさってしまって、で、見えなくなってしまったという状況ですね。で、隣のビルの方の持ち物ですので、その植木鉢は撤去せずに置いといてほしいということなんですね。そしてさらに見ていくとですね、ツタがこんなにも伸びきっておりますね。この溝伝いに伸びていくんですね。溝に土が溜まっているので、そこで栄養源があるので、そこで根が出て補給しつつ伸びていくといった状況ですね。これを放置していくとかなりやばいことになりそうですので、今の段階でご依頼いただいてよかったと思います。そしてビルの間ですね、見てみましょう。プランターがありまして、結構もうボロボロになってますけども、この柵の向こうの方ちょっと覗いてみたいと思います。柵の向こう側です。もう柵を越えてですね、くぐってと言いますかね、ツタが伸びておりますね。ご依頼主さん認識してなかったらしくて、こんなに伸びてるの知らなかったということで、急遽追加で発注いただきました。このビルの合間に茂ったツタの方も除去してほしいということで追加いただきました。ちなみにこちらの上に伸びているやつですね。この2階に達している3階まで行こうというそんな勢いですけども、こちらが6600円でお見積もりしました。そしてこの床を張っているやつですね。これの除去で6600円というお見積もりをしまして、合計13200円の追加のお見積もりを提案したところ、お願いしますということで即断いただけました。実はこの後市川で草抜きの仕事が入っていたんですけども、余裕を持って時間取っていたのでご対応することができました。ちなみにこの裏のフェンスにもツタが伸びきっておりまして、放っておくと裏のマンションにも侵入していたところですね。もうすでに侵入していますけどね、この辺りも取っていきたいなと思っております。逆サイドから見てみましょう。逆光ですけどもね。表に戻ってまいりました。すごい茂ってます。もうジャングルですね。結構遠目で見るとね、そんなに大したことないなと思ったんですけど、実際やってみるとね、なかなか手強かったですね。まずはこの状態のチェックですね。もうじっくり舐めるように取っておりますけども、このツタを取っていきたいと思います。電柱にも巻きついているので結構大変ですね。それでは例によって20倍速でまずは見ていただきましょう。それではいきますよ。3、2、1スタートです。さあ作業が始まりましたけども、いつも序盤に思うことはですね、この作業は一体どこから手をつけたらいいのかなっていうのをね、いつも考えるわけですね。今下をやって、今上をやって、また下をやって上をやってっていうのをね、繰り返しておりますけども、どの順番がいいのかなっていうのを考えながらやっておりますね。下の張っているツタなのか、植木鉢の救出が先なのか、はたまた電柱にくっついているのが先なのか、そういうのを考えておりますね。そうこうしてるうちにもう2袋溜まっております。で、たまたまこの脚立は見つかったのでね、電柱の巻きついてたツタを取ることができました。そして下を張っていたツタを除去することができました。そして手元のアップですね。片手で今カメラを持ちながら釜で撮っておりますけども、地表のツタを取ったところ土が見えてきまして、でよくよく見るとこの溝に結構土が溜まってて、で外から流れてくるんですね。で流れてきたものがここに溜まってですね、そこがまたツタの温床になってるわけですね。そして鉄の枠組みですね。おそらくこれは昔プランターがあったんでしょうね。でプランターはプラスチックですから風化してボロボロになって取れちゃった。で残った根っこたち、土たちがこのように残っていると。そこにツタが伸びてきて根っこを生やして元気よく育っていくと、そんな循環が起こっておりましたね。で木の枠組みがね、もうボロボロになってるんですよね。もうシロアリが湧いたり、いろんな虫が湧いたりとかして、どんどん木の分解が進んでおりました。それを今撤去していますね。結構いろいろ絡みついてまして、分離するのがなかなか時間かかりましたね。で後でお見せしますけど、この中にサボテンが入っていまして、それを知らずに思いっきり触ってしまって手にブソッと刺さってしまいましたね。で負傷しました。結構危険との隣り合わせですね。割と結構僕は針に刺さること多いですね。トゲに刺さることね。バラも強敵です。そしてこちらです。ツタの根元ですね。ど
根性ですよね。このコンクリートの隙間から生えてですね、しかもこちら隣のビルの前でした。なんとどちらからも生えていることが分かりましたね。はい、ご依頼主さんのビル側と隣のビル側からどちらとも相互に生えて行き来してたと、そういった状況でしたね。でちなみにこの今撮っているツタはですね、お隣さんの植木鉢から生えているものでしたけども、もう作業を始めてしまったので、このまま撤去させていただきました。枠も朽ちていたんですけども、ある程度きれいに掃除して元の位置に置いといたといった状況ですね。これ多分ね5、6年かかってこれぐらいボロボロになったんじゃないかなと思いますけどね。さあだんだんコンクリートが見えてきて道路が見えてきましたね。はい、本来あるべき状況に近づきつつあります。はい、ここまでにもゴミ袋が 3、4 袋いっぱいになっておりますね。はい、そしてこの後は除草剤を巻きますので、ある程度このようにですね根っこのあたりを残しておくわけですね。その方が後で巻きやすいですからね。はい、続きまして間に生えていた木ですね。木もねいつの間にか生えてたらしくて、ちょっとさっぱりしてほしいということだったので、ちょっと剪定の方ねやらせていただきました。剪定バサミなかったんですけど、ある程度の枝だったら釜で取れますからね、引っ張ったり引きちぎったりしてる感じでねやらせていただきましたけどね。はい、そして裏側にやってきました。裏側に伸びているツタですね。はい、これを引っ張ってるんですけども、いろいろ絡みついてるので釜で取りながら引っ張っておりますね。これが一気にねズルズルっと取れたらねすごい楽なんですけども、なかなかそうはいかないので配管の方に絡みついておりますね。ツタの方も必死ですからね、生きるためにいろいろ絡みついております。それを一つ一つ取ってですねいくわけですけども、いい感じに今取れていますね。はい、いけましたね。なんかパスタみたいにねこう全部絡まってね、あとくるくるっと巻いてゴミ袋に入れましたけど、容量よくね取れたらあとは楽ですね。釜を使ったり手で抜いたりで、このつるがですね硬くなってなかったのが幸いでしたね。まだ柔らかい状態だったので取りやすかったですね。これが年季をね、年齢を重ねていくとですねだんだん硬くなってですねなかなか取りづらくなってノコギリじゃないと切れなくなったりするんですけども、まだ若かったので良かったなと思います。はい、いろいろ絡みついておりますね。これ力任せに取っちゃうと配管を傷めてしまうかもしれないので、やっぱりそのあたりはね気を使いながら丁寧に、もうなんか考古学みたいなね発掘調査みたいな感じで優しく取りながら外していくという感じですね。この辺り絡みつきが強かったので、強引に取ることはなくですね、釜でちょっと細かく切りながら取っていきました。でちょっと引っ張って取れるところはこのようにね取っていきますけども、はい、裏のフェンスですね、この辺りも結構巻きついてますね。今手で持ちながらやってるので片手なんですけども、やっぱり両手じゃないと外しにくいですね。今ちょっと映像のために片手でやっておりますが、この後ねカメラを置きまして両手で外していくとかなりやりやすかったですね。当たり前ですけど、結構やっぱ撮りながらやるっていうのはね時間がかかるね。カメラもし回してなかったらあと1時間は早く終わったんじゃないかなと思います。結局ね何のためにやってるのかなとか思いますけども、こういったね記録を残していることによって自分の反省にもなるんですよね。もっと早くここ効率よくできたんじゃないかなとかってね、この動画の編集だけでも3日かかってますからね、かなり時の作業のなんですかね作業プランとか効率よくもうちょっとできたんじゃないかなとかいう反省もこの動画の編集しながらね見ることができました。このアングルで良かったのかなとかね、このアングルなかなか面白かったなとかね自分の中で思ってるんですけど、皆さんも良ければ感想を聞かせてください。この狭いところの作業ってねなかなか皆さん見ることないと思うので、この辺りもねちょっと撮ったら面白いなと思いながらねやらせていただきました。はい、そして最後ですね、こちらはしごが見つかったのでこれをお借りしてちょっと上の方のツタを取らせていただいていると。でさらにまだ足らなかったので高枝切りばさみを利用してこう取っていくと。この高枝切りばさみって言いますけど、挟む本当に切るんじゃなくて挟む機能もあるので、挟んでこう外しながら取るということができましたね。結構便利だなと思いました。あと狭いビルの間だったのではしごが倒れる心配なかったのでそれも良かったなと思いました。はい、そうこうしてるうちに作業終了です。では作業後の現場見ていきましょう。はい、すっきりしましたね。はい、今植木鉢をね救出しまして並べてるところですね。はい、作業現場にあったらちょっとね支障がありましたので
避けさせていただいておりました。はい、結構見つかりましたね。20個近く見つかったんじゃないでしょうか。発掘現場ですね、まさしく。で、プラスチックに関しては風化しておりますので、なかなかこのヘリのとこね、を持つのは危険でしたね。すぐバキッて割れてしまいますので。はい、電柱の方もすっきりしましたね。いい感じだと思います。やっぱりこのちょっと溝っていうかね、こう斜めになってますから、そこに土が溜まりやすいんですよね。そこにやっぱ黄砂とかいろいろ風で飛んできたものが集まって、ちょっとした畑みたいになって、そこでまた元気よくツタたちが育っていくといった状況ですね。ありましたね。このサボテンですよ。このサボテンに僕は刺さったんですよ。これ見てやってください。これなかなかね、ツタに埋もれてるとわからないですよね。はい、それを思いっきり触ってしまって、はい、ここの中指負傷しましたはい、痛かったです。この後ね、1日2日ずっと針が刺さったままで、やっと家に帰って安全ピンでほじくり出しましたね。はい、そしてビルの隙間ですね。結構あちこちから生えてたのが分かりますね。ここに後で除草剤を巻きますけども、結構やっぱこの歴史のあるビルっていうのはね、隙間ができてきますから、そこにやっぱり隙が生じてですね、ツタが生えてくるんですね。いろんなものが生えてくると。やっぱり自然の力ってすごいですよね。植物の力で、中の方ですね、隙間の方を見ていきましょう。はい、ビルの隙間ですね。はい、さっぱりしましたね。はい、上の方見てみます。はい、ツタがもう一掃されてますね。で、配管にもいろいろ巻きついておりました。ちなみにこの配管ってね、結構厄介なもので、作業してる時に結構頭打ちましたね。痛かったです。裏手に回ってまいりました。はい、木もちょっとさっぱりしましたね。逆サイドを見てみましょう。さあどうなっているのかというと、はい、上の方まですっきりしました。これずっと伸ばしておくとね、本当にどこまでも伸びていくんでしょうね。ツタっていうのは本当元気ですよね。しかも虫にも強いんですね。病気にもなってなかったし、この室外機ですね。ツタってやたら室外機好きなんですよね。室外機にすごく絡まってることが多いです。このフェンスもいいですね。この網の目がね、細かいので絡みつきやすいんでしょうね。こいつらとの相性めちゃめちゃいいですね。上の方もすっきりしました。非常階段の方にも巻きついてたのも取りました。はい、じゃあとどめですね。除草剤を巻いていきたいと思います。結構ね、ダイソーでね、手軽に手に入りますので、道の隙間から生えている草があってね、ちょっと困ったなっていう方いたら、こういったものを巻いて草をストップするのもいいんじゃないかなと思いましたね。ただ注意してもらいたいのは、昼間にこれ巻きますとですね、日差しが強い昼間ですね、すぐ乾いちゃうんですよね。できれば夕方の方がいいかなと思います。本当にもう一瞬で蒸発しちゃいますからね。染み込む前に蒸発して力が半減することもありますね。あと雨の降る6時間前、これも避けた方がいいですね。すぐ流れていっちゃいますので、巻いてから6時間以内に雨が降ると効果も半減するよっていうことを皆さん知っておいた方がいいかなと思いました。で、ペットを飼ってるね、ワンちゃんとか猫ちゃん飼ってる家庭だと、これ巻くとちょっと心配だなっていう方いると思いますけども、そういった場合は塩水巻くのもありかなと思いました。30% にめちゃめちゃ濃くして巻くと、枯れてくれますね。あと鉄が周りにないことが大事ですけどね、錆びちゃいますからね。あとキッチン掃除される時に重曹を使うかと思うんですけども、その重曹を水に溶いて巻いても効果的ですので、皆さんの用途に合った使い方をしていただければなと思います。はい、ビルの間の方も巻いております。ここは日陰になっておりますので、比較的乾きにくいかと思いますので、効果的かなと思います。はい、そしてこちらですね。この木が生えてたところ、よく見たら配管が割れておりますね。木の勢いが強すぎて配管を圧迫して割ってしまっているということですね。なので、ビルのね、オーナーさんにお伝えさせていただいたんですけども、この木、もしかしたら切った方がいいかもしれませんよということをお伝えさせていただきました。では最後にビフォーアフターの写真の見比べやっていきたいと思います。ここが一番楽しみなんですよね、実際ね。はい、まずこんな感じで茂っていたものがどうなったかというと、こうなりましたね。さっぱりしましたね。この写真の見比べをするためにも頑張ってたようなもんです。はい、こちらがこうなりましたし、はい、別アングルで見ましょう。こちらがこうなりました。はい、見事にビフォーアフター同じアングルで撮れました。さあ、青々と茂ってたところが、はい、こうなりました。気持ちいいですね。はい、このジャングルがこうなりました。気持ちいいですね。はい、いろんな角度で見てもらいましょう。はい、綺麗になりました。はい、裏手ですね。はい、こうなりました。次で、はい、こうなりました。
続きましてこうなりました。はい、続きましてこうなりました。比較すると見やすいですね。これ並べるといいですね。これ3時間ですね。3時間でこうなります。はい、最後はフェンスのツタがこうなりました。はい、そしてゴミの方ですけども、こんなに出ました。2、4、6、8袋ですね。はい、頑張りました。はい、そして今回いただいた報酬ですけども、もともと予定していました15,300円に13,200円の追加料金いただきまして、合計が28,500円いただきました。どうもありがとうございました。3時間で28,500円。かなりいいお仕事だったと思います。しかし本日実はこれでは終わらなかったんですね。もう一件お仕事が入っていましたので、すぐさま市川の方に戻りまして2件目の草抜きの方をさせていただきたいと思います。はい、いつも通り現状確認ですね。庭付きのアパートらしくてですね、こちらは借家なんですけども、この辺りね蚊がひどいので洗濯物干す時にいっぱい刺されたりするのでなんとかしてほしいということでご依頼いただきました。これもね1ヶ月ほどでこれぐらい伸びたらしくてですね、で草抜きも自分でやってたらしいんですけども、その草抜きをやってる最中に蚊に刺されてめちゃめちゃ腫れるということなので今回ご依頼いただきました。ちなみにこの部分は草抜きはしなくていいということだったんですけれども、最後に除草剤を撒いておきました。さあこの草抜きをやっていきたいと思います。はい、先ほどと同じ道具なんですけども一応並べてみました。剪定バサミ、ノコギリ、鎌、熊手、高枝切りバサミですね。最初は鎌だけで草抜きやってたんですけども、だんだんこういったね道具を揃えていくと効率も上がってきますので面白いものですね。それでは本日2件目のお仕事ダイジェストで見ていただきたいと思います。それではいきますよ。3、2、1スタートです。結構ね腰に来てたんですけども、2件目あとちょっとで終わるなと思ったんで頑張ってやらせていただくことにしました。そんなに草がね多いわけじゃないので1時間か1時間半ぐらいで終わるかなと思ったので、ギリギリ今この時間でだいたい5時ですね、日暮れまでにできればなと思いました。土が乾いていましたのでこのふるいを使ってね草と土と石を分離するっていう作戦が使えますので、これができるとかなり早く終わりますのでね。はい、今やってますよね。まず熊手で葉っぱを集めてですね、その後まとめた土をふるいに入れてで分離していくっていう作業をやっていますね。はい、奥の方なので結構見にくいと思いますけども、今100倍速で見ていただいております。かなり早いですね。はい、だんだん暗くなってきたので急いでますね。急いで集めて葉っぱと分離して草を分離して、はい、だんだん地表が見えてきてですね、はい、草がなくなってきました。はい、見る限りほとんど草がなくなったんではないでしょうか。はい、ここでサプライズですね。作業していると見えたのがこちら。さあこれ何だと思いますか。真ん中に映っているもの保護色になってねちょっと見にくいですけども、はい手に乗せてみました。はい、ニホンヒキガエルですね。このニホンヒキガエルっていうのは水辺で生まれるんですけども、成長したらですねお庭とかにこうやって上がってきて陸で生活するらしいんですね。でこういった暗いところだとコオロギとかスズムシとか蚊がいますので餌もあるんでしょうね。ちなみにこのニホンヒキガエルご依頼主さんにどうしましょうと聞いたところいらないですと言われたので引き取ることにしました。この後家に持って帰って娘に見せたところ次女は可愛いと言ってましたし長女は気持ち悪いと言ってましたね。で奥さんは気持ち悪い捨ててきてって言われましたけども今家で飼っております。これ後で調べたら毒があるらしいんですよね。耳のところから毒を出すということですね。日本でマムシが毒蛇だということで有名ですけども、それよりも毒性が強いヤマカガシっていうのがいるんですけども、このヤマカガシの毒の元がこいつらしいんですよね。これを食べることによってニホンヒキガエルを食べることによってヤマカガシの毒が作られる蓄えられていくということらしいですね。何気に持ってしまってましたけどもグローブしててよかったと思います。危なかったです。はい、そうこうしているうちに作業も終わりました。無事1時間半で終わりましたね。はい、これがビフォーですね。それがこうなりました。はい、続きましてこのコーナーがこうなりました。結構日暮れギリギリだったんでちょっと暗くなってしまってますね。はい、別アングルで見ていただきましょう。はい、こんな感じですね。だいたい24平米あったんですけれども、草が少なかったのでパパッと終わらせることができました。
結局ね蚊がいなくなったらいいなと思ったんですけども、植木もありましたので、この植木も取った方がいいですよというふうにアドバイスさせていただきました。はい、仕上がったにはちょっとチェックしてみましょう。はい、入り口の部分ですね。はい、はい、すっきりしていますね。はい、室外機周りですね。この辺りも茂っておりましたけども、無事片付けることができました。すっきりしましたね。裏手の方も大丈夫です。はい、この飛び石のところのね間が結構草が生えてましたけども、鎌を使うと割とすぐに取ることができますね。はい、障害物が割と少なかったので本当にやりやすい現場だったなと思います。草抜いてね蚊が少なくなればいいなと思ったんですけども、めちゃめちゃ僕も刺されましたね。やっぱりうっそうとしてるこの木がやっぱり蚊にとってね過ごしやすい場所空間を提供してるんでしょうね。できればこれもね伐採したかったですけどもね、剪定かな。ご依頼いただきましたら剪定の方もさせていただきますので、こちらの木の方とかねさっぱりさせることもできます。はい、では今回のお庭の草抜きいただいた報酬の発表です。今回いただいたのは1万1000円でした。はい、ということで今回2件お仕事させていただきまして、1日中外にいたわけですけども、今日1日でいただいた報酬の合計が3万9500円プラス2本引き換えるでした。はい、いろいろありまして非常に充実した一日を過ごすことができたと思います。今回長くなりましたけども、最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。お見積もりお問い合わせについてはこの LINE の QR コードを読み取っていただいてメッセージをいただければと思います。 LINE アカウント KM73 です。もしくは市川の便利@gmail.com までメールをいただければ24時間以内にお見積もりやお返事をさせていただきます。